今日は久しぶりにこの伊藤商事のスリットバスケットにマーガレットのハンギングバスケットを作っていきたいと思います。うまくいくかどうかちょっと自信がないんですけども、すごく難しいんですね。毎年チャレンジしてマーガレットのハンギングうまくいけばね、いくつも作りたいんですけれども、なかなか難しい。納得のいくものができないので、いつも挫折しちゃうっていうかね、もう完璧ですっていうのができないんですよね。なぜかっていうのはおいおい説明していきますけれども、この伊藤商事のハンギングバスケットっていうのは、スリットが5個入ってます。そしてそこに差し込んでいくだけなので、ハンギングを作るのにすごく特化したすごくいい器なんですね。でこのスポンジだけ別売りで売ってたりしますので、一つのハンギング終わっちゃったやつでも解体してまた器は使い回しできます。でここに5個スリットが入ってるので、これが 12345×12345×4 の20個全部入れると20個入る。こういうところになんとなくデザインを考えて苗を置いてみます。そして植えていくんですけれども、この思った通りにはなかなかいかないので、足したり引いたりってことがあります。でね、ここ下に水抜きの穴が2センチぐらいかな、上げ底になってるんですけども、その部分ぐらいに培養土を入れます。こんな小さい器に20ポットも土台入るわけないっていうぐらいのサイズなんですけれども、何がいいのかっていうのがね、植えてみないと分かんないっていう部分があるので、欲張って20個もないですけど18個ぐらい持ってきました。マーガレットっていうのはここから背が高いんですね。でこれがスリットに入れるじゃないですか。そうするとこのぐらい出る。そこにちっちゃいものを入れるとね、こんなに高さが変わっちゃうんです。デコボコするとかっこ悪い。なのでマーガレットのハンギングを作りたいので、マーガレットを持ってきましたよね。それで背の高さが同じようなローダンセとオステオスペルマムを持ってきました。であとはノースポールも結構背が高い。で脇にこう添え花として入れるものもあんまり引っ込まないように。でハボタンなんかも茎があるものを持ってきました。これでやってみます。でこういうハンギングを作るときには、一番下のラインとか両脇はちょっとボリュームを少なめにしてっていう株を植えたくなっちゃうんですけども、そうやるとね、ちっちゃくて真ん中だけビヨーンって出ている、どうにもこうにも不格好なものが出来上がってしまうんです。だから例えばこのハボタン入れる時も、ハボタンってこういう風に植えられるんだけど、できるだけ茎を出して高さを出します。下の方なのであんまりビヨーンと出ない方がいいんだけど、かといって低すぎたりしないように植えます。去年の春先何回も作って何回も失敗して納得いかなくて、なのでその反省を踏まえて作ってみます。これなんかもね、ちょっと大きめ、きっとね20個も入らないです。本当はリーフを入れればいいんだけども、リーフが今あんまりないんですね。だからこういう小花を入れます。これはネメシアで、両脇もね、真ん中にとにかくメインを持ってきたいので、とりあえずメインを入れてみます。これもね、こんな大きくてなかなか
つくもな。あんまりいじめてもね弱ってしまうので、ここにマーガレットを入れてみます。ほら、やっぱり葉ボタンを群を抜いて大きくなっちゃう。ここ真ん中厳しいですね。ちょっとずつ大きくしていく。本当は真ん中にマーガレットが来る可愛いのを作りたかったんですけど、この2つ目っていうのは中心よりちょっと下側の中心なので、下側の中心にローダンセを入れます。ローダンセの幅はそんなに違和感ないですね。ここにこう来る感じにしようかな。厳しいかな。あとバランス見ながら植えてってみます。こういうちっちゃい葉ボタンなんかはハンギングにすごく向くんだけど、これはもうとにかく引っ込んでしまうので、ちょっと考えながら入れます。ジュリアンもカラフルなのですごく可愛い存在感がある。で、考えた末に脇はちょっとイベリスでピョン出てもらって、小花のネメシア。この段階は失敗してないです。ブラックの葉ボタンで締めようと思ったんだけど、ちょっと並んじゃった。ここ並んじゃったから、この下の部分にこれもいいパンチなんですよ。夢見るパンチ。そして葉ボタン。やっぱりここにワンクッションあった方がいいですね。わかるかな。こんな感じで、オステオスペルマムとここにノースポール。もうハサミで切らないと取れないような厚切りの根っこ。こういうのはもう本当に取っちゃった方がいいです。ここにノースポール。これでね、マーガレットはどこ行ったって感じですよね。一つも入ってないです。ここにぽよんと白いお花が、シッコンイベリスです。本当にマーガレットのハンギング作りたいって言って始めたんだけど、マーガレット難しいですね。もうちょっと小さい苗があればいいのかもしれないけど、マーガレットって多年草だから苗自体がしっかりしてる。これでもちっちゃい方なんですよね。パンジぐらいの背の高さのマーガレットっていうのはあんまり当たらないですね。ここに再度チャレンジ。ほら、マーガレット。ちょっとね、ちょっと掟破り、下の方まで押し込んじゃいました。でもあんまりそういうのは良くないから、角度つけて倒します。こんな感じ。角度つけて倒してます。そこに小花なので境界線を曖昧な感じにしていきます。マーガレットの隣だと葉ボタンがちっちゃすぎる。ここだと2段になっちゃうから、こっちこれだとここがなんかないとね、ここになんかないとおかしい。この何の変哲もないビオラを入れます。もう一個入ってるのは、下の方に入ってるのは夢見るパンジー。これは、品種名はあるだろうけど、普通に売ってるノンブランドのビオラ。でもこういう色ってこうね、合わせやすいんですよね。ここに入ります。これで植え込み完了です。でね、このちょっと汚れちゃったけど、この鉢に対して一番上まで植えるとどうしてもね、
こんもりしちゃう。でこれがうちは宅急便で出すのでトラブルのもとなので、これをワイヤーで固定します。このワイヤーは到着したら抜いてもいいし、最後の最後まで入れといても大丈夫です。別に針金1本あるだけだからお花に悪さはしません。これがまだ根が伸びていっていないので、このハンギングバスケットの中で根が張るまでは刺しといた方がいいかもしれないです。それは私の考えです。でここに水苔を貼り付けます。表に返して出来上がりを見るのが楽しみでもあり恐ろしくもあり、もうねやり直さないよっていう覚悟で作ってるので、よし出来上がり。このラティスにかけてみますね。見てください。これはマーガレットのハンギングバスケットっていうにはちょっとねマーガレット1個しか入ってないですから、色とりどりのマムを入れた春のハンギングバスケット。葉ボタンとかも入ってますけど、この黒い葉ボタンはねちょっと引き締める感じでいいですよね。でジュリアンがちょっとカラフル。あとはこれが普通のビオラに夢見るパンチ、ネメシアが1個2個3個、ここにシュッコンイベリスがここと下にもう1個2個入ってます。でこれがローダンセマム。どうでしょう。やっぱりこのちっちゃい葉ボタンがね少し引っ込んじゃってるから、やっぱり100点満点とはいきませんね。このローダンセに隠れてこの葉ボタンの可愛さが見えないけど、でもちょっと高いところに飾れば目線が下の方も見えるかもしれないね。ほらピンクのマーガレット可愛いね。これで作りたいんです。でもなんかオステオスペルマムもなかなかハンギングには使わないので、でも材料費が高いですね。これはねマーガレットもオステオもあとローダンセも入ってるので、ちょっと2000円っていうわけにはいかないですね。足が出ちゃう。いくらだろう、2800円。買ってください。これがね今我が家で在庫で残ってるハンギングバスケット、パンジーのハンギングバスケットです。これがブルーでメアリの黄色、こっちが赤と白のパンジー、これが黄色オレンジ系ですね。でこっちが赤紫系、ビオラも入ってます。でこれが売れなかったやつで、うちで寒い冬を乗り越えて雪をかぶっていながら、でも雪かぶっててもねこういう風にちょっと、これが寒さ焼けでちょっと葉っぱが黒っぽくなってる。でもねよく見るとね黄色い葉っぱもありますけど、でもなかなかいい感じに育ち、花もついて、これからもっと花咲いてきます。これをもうね買ってほしいので、セールでもう2000円ぐらいで販売しちゃおうかなと思います。でもね長いこと置いてあるので根っこもちゃんとついてるし育ちやすいと思いますよ。おすすめです。
ヤフオクで今日の夜から売り始めますので、ぜひ買ってください。これはハンギングなので同梱発送できないんです。だから単品で1個1000円ぐらいの送料がつきます。1080円かな。で、遠くの方だと1140円。四国とか、山口県とかね、青森とかそっちの方だと1140円で、九州北海道が1500円、沖縄は発送不可です。でもね、安いと思うんですよ。ヤマトの送料の一番安い、60サイズ料金です。ヤマトもね、なんかうちにとっても親切です。次に今度は寄せ植え、うちで作ってる中ぐらいのサイズの寄せ植えです。直径27センチのプランターね。でこれはある程度高さもあるので、サイズは直径27センチで高さが 17.2 センチだから、結構大きいものを入れても頭でっかちにならない。それでこれコニファーをね、苗で買ってきたんですよ。でこのコニファーが結構大きいので、コニファーを主木にした寄せ植えを作るとすると、こういうのだとね、ちょっとひょろひょろっとした感じなんですよ。これでも悪くないけど、こういう7号ポットぐらいだとちょっと安定が悪い感じになっちゃう。でもう本当に自然にいい感じにバランスよく取れるので、27センチのプランターに植えます。でこれコニファーが大きいので安心して大きい苗を植えられる。このデイジーなんかもとっても可愛いんだけれども、ボリュームがあるのでちょっと植えるのをね考えちゃう。だけどこういう背の高いタイプのものをどんどん入れていっても安心して植えられますね。ピンクの八重咲きジュリア、ここにさっきハンギングにもあった赤いパンジー。なんかね、お花の花屋さんとかはこれ赤じゃないですよね。赤じゃないけどこういうのみんな赤いパンジーとか言っちゃう。お花なんかもね、青とかもそうですね。あとね、こんなのはね、黒って言っちゃうんですよ。黒いクリスマスローズが入ったようなんて言うとね、本当は黒くない。ちょっと大暴れしていたヒューケラを切りました。これから暖かくなるので、中の方のこのみっしりと生まれてるちっちゃい葉っぱが大きくなります。株の更新していかないとね。多年草っていうのはね、泥っぽい土に植わってることが多いんですよね。ジュリアンとかパンジーとかね、ハボタンとか、そういう一年草は割といい土に植わってる。なんででしょうね、植える時に最初いい土に植えてんのに、長年植わってると栄養がなくなって悪くなっていくのかな。コニファーの寄せ植え、ちょっと昭和っぽい寄せ植えだけどね、コニファーがあって、ポンポンデージー、オステオスペルマム、八重咲きのジュリアン、ハボタン、ブラックリーフ、これがヒューケラにパンジー、ここにネメシアマ、